皆さん、おはようございます。浩平です。今日も日本語の勉強をやっていきましょう。よろしくお願いします。最近は、ポッドキャストをやっていて、そっちの方もぜひ聞いてくれると嬉しいです。ポッドキャストを聞くと、聴解の練習とか、あと日本の文化とかね、新しい言葉の勉強とかにもなるので、ぜひ聞いてみてください。また、スクリプトをパトレオンにも載せています。スクリプトを見て勉強したいという人は、パトレオンの方にも来てみてください。今日は、おはようございますとお疲れ様の使い方、意味についてお話ししようと思います。おはようございますとお疲れ様。簡単な言葉ですよね。日本語で挨拶を勉強するときに、かなり最初の方に勉強する言葉なんじゃないかなと思います。おはようございますは朝の挨拶なんですが、実はそれだけの意味ではありません。それ以外にも使い道があります。また、お疲れ様も、お疲れ様ですとお疲れ様でしたは意味が違います。これらについて説明していこうと思います。挨拶はとても大切なので、ぜひ今日の動画で勉強して正しい挨拶を使っていってください。おはようございますの基本的な使い方についてお話しします。最初の方で言いましたが、おはようございます。これは朝の挨拶です。おはようございますが朝、こんにちはが昼、こんばんはが夜。こうやって勉強しましたよね。その通りです。おはようございますは朝の挨拶なので、朝、誰かに会った時におはようございますと言って挨拶をしてください。これは学校でも同じだし、会社でも同じです。また、普通形はおはようです。慣れてくるとおはようではなくて、おはようって言ったりとか、少し難しくなったりもしますが、基本的にはおはようで大丈夫です。朝起きて家族に挨拶するときもおはようでいいですし、学校に行ったとき、また会社に行って、会社の同僚ですね。先輩とかではなくて、同じ年に入った人、または後輩。そういった人に挨拶するときは、おはようと言ってください。ちなみに、こんにちはとこんばんは。これは、あまり友達とか会社の人にを使うことはありません。初めて会った人とか、近所の人と挨拶するとき、そういったときに使ってください。もう一つ使い方があります。それは、その日、初めて会った人であれば、朝じゃなくても使ってもいい。こういったものです。おはようございます。朝のイメージがありますが、これは昼でも夜でも使うことができます。使うことができる相手は、会社や学校の人です。昼に学校に行ったり、昼に会社に行ったりして、その日初めて会う人。その人には、こんにちはは言いません。おはようございます。か、おはようを使います。これは、早いという言葉がおはようございますには入っていますが、そういう意味もあって、一番最初、一番早い挨拶みたいなイメージで、おはようございますを使っています。これは夜であっても、私は会社の人に会ったりとか、学校の先輩、大学の先輩とかに会った時は、おはようございます。言ってますね。なので、こんにちはやこんばんはは、学校の人や会社の人に使うことはほとんどありません。私も今、会社に毎日行っていますが、会社の人にこんにちはとかこんばんはを言ったことは多分ないと思います。ほとんどの場合がおはようございますですね。それも違和感なく使えているので、ぜひ使ってみてください。そしておはようございますと言われても、今朝じゃないですよと言ったりしないでくださいね。一番最初に会ったから挨拶しているので、その場合はおはようございますと返してあげてください。次に、お疲れ様という言葉についてお話しします。このお疲れ様の意味は、仕事とか勉強が終わった人、それをしている人に対して、その疲労とか、やったことに対してねぎらいの言葉をかける。これがお疲れ様です。お疲れ様でしたの意味です。この言葉をおはようございますとか、こんにちはの代わりに使うこともできます。お疲れ様です。これは仕事をしている人や学校で勉強をしている人などに使うことができる言葉です。家族にはあまり使わないかなと思います。仕事の途中で先輩や社長とか部長に会った時、学校で先輩とかに会った時にお疲れ様ですを使うことができます。なんですが、一番最初の挨拶はやはりおはようございます。これを使ってください。2回目以降、2回目、3回目、4回目、これでおはようございますを使うと少しおかしいですよね。初めて会っているわけじゃないので、2回目以降はお疲れ様ですを使うようにしてください。何か話したいことがあって話しかける時の言葉にも使うことができます。例えば、先輩がいて聞きたいことがある。お疲れ様です。今日の会議についてなんですが、こういう感じで、おはようございますではなくて、お疲れ様ですを使うことがあります。次に、お疲れ様でした。
との違いです。でしたと言っているのでわかるかもしれませんが、すべてが終わった時、また帰る時に使うことができます。お疲れ様でした。お先に失礼します。これは皆さん勉強しましたよね。仕事が終わってもうない。全部終わりました。皆さん疲れましたね。ありがとうございました。みたいな意味です。帰るときはお疲れ様ですではなくてお疲れ様でしたを使ってください。ここでお疲れ様ですを使ってしまうと、まだ何かあるのかなと思ってしまうので、聞いている方が混乱します。これは気をつけましょう。お疲れ様です。お疲れ様でした。どちらも普通形はお疲れ様です。なので、友達や同僚、家族にも、ほとんど使わないですが、時々使えます。そういった人と話すときは、お疲れ様を使ってください。これはいつ使っても大丈夫です。お疲れ様ですのタイミングで使っても、お疲れ様でしたのタイミングで使っても、どちらも OK なので、気にせずにお疲れ様を使ってください。なので、皆さんに気をつけてほしいのは、丁寧形のお疲れ様です、お疲れ様でしたの場合です。これを間違えるとね、聞いている人も混乱するし、ちょっと多分会話が変になると思うので、これはいつ使うかしっかりと勉強して練習してみてください。おはようございますも、お疲れ様です。お疲れ様でしたも、よく使う挨拶の言葉です。なので、ドラマとか映画とかを見てくれれば、たくさん出てくると思うし、使い方とかタイミングとかテンションとか、これも練習できると思います。ぜひいろんな会話のシチュエーションを見て練習していってください。ということで今日は基本的な挨拶のおはようございます。お疲れ様です。お疲れ様でしたについて説明していきました。どうでしたでしょうか？この初めて会う人に対して使うというものはあまり、教科書とかでは勉強することがないと思うので、日本で働くときに混乱するかなと思います。しっかりと勉強して使ってみてください。他にもいろんな日本語の動画を作っています。ぜひ友達とかにもシェアしてくれると嬉しいです。また、パトレオンというサイトで毎週日曜日の夜に会話のクラスをやっています。ズームを使っていろんな日本語を勉強している人たちと会話をする、そういったものです。会話の練習をしたい、そういう人はぜひ覗いてみてください。また、冒頭でも言いましたが、ポッドキャストのスクリプトも載せています。聴解とか会話とか、自分一人ではなかなか勉強できないことを勉強できる場所になっているので、ぜひ興味がある人はパトレオンの方で一緒に勉強しましょう。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。